は広いな大きな。とっても素敵な歌声ですね。やっぱり夏といえば海ですよね。夏といえば海王星です。美しい青色に冷たい表面、見ているだけで涼しげな気分になってきますよね。そうか、その手があったか。海王星行ってきます。ちょっと待ってください。旅行に行くならちゃんと行き先のことを調べてからにしないといけませんよ。だって海王星ってどう考えても海があって穏やかなイメージあるじゃないですか。残念ながら宇宙はそんなに甘い世界じゃありません。そんな。仕方ありませんね。じゃあ今日はかわいそうなハウちゃんのために私の推し惑星である海王星についてざっくりとご紹介してあげましょう。毎度ありがとうございます。推し惑星ってなんだ？海王星は太陽に近い方から8番目の惑星です。逆に太陽から最も遠い惑星という方が分かりやすいかもしれませんね。とうとう太陽系の惑星の紹介も最後となるわけですね。最後も楽しくいきましょう。海王星は青っぽい色をしていることや主に氷でできていることなど、先日ご紹介した天王星とそっくりな部分が多い星です。青っぽい色をしているのは天王星と同じ理由ですか？その通りです。天王星の時のお話とかぶってしまうので詳しい仕組みについては省略しますが、海王星もメタンというガスの影響によって青色っぽく見えているのですよ。地球みたいに海に覆われているわけではないのでご注意くださいね。でも海王星って海に見えるくらい濃い青色をしている気がするのですが。確かに写真を見るとそう見えてしまうんですが、海王星が濃い青色に見えるのは海王星の特徴が分かりやすいように画像の色が調整されてしまっているからなんです。実際の色はこのような感じになるようですよ。まるで双子ですね。どちらも甲乙つけがたい美しい青色をしていますよね。もう少し海王星について見ていきますが、海王星の大きさは地球の4倍くらいになります。木星や土星ほどではないけどそこそこ大きい星というわけですね。また海王星は地球の900分の1くらいしか太陽の光が届かないので、マイナス200度くらいの極寒の世界となっています。身をもって体験しました。お疲れ様でした。太陽の光が届かないのはやっぱり海王星が太陽からすごく遠くにあるからですか？その通りです。太陽から海王星までの距離はなんと約45億 km もあるのですよ。45億 km？ とんでもなさすぎて全然想像つきません。例えば新幹線で移動するとしたら太陽から海王星まで1500年以上はかかることになりますね。とりあえず今は海王星が青くて綺麗な星だけど、めっちゃ遠くてめっちゃ寒い星だよということだけ理解してもらえたら良いかと思います。余談ですが海王星は英語でネプチューンと言います。意味は知らなかったけどその言葉は聞いたことがあります。ネプチューンとはローマ神話における海の神の名前であり、ポセイドンという神様と同じ人物でもあります。ネプチューンもポセイドンも映画やゲームなどいろんな場面で使われたりする名前なので、聞いたことがあるという方も結構多いかと思います。海王星って見た目も名前もまさしく海って感じの星なんですね。地球の海みたいに液体の水がたくさんあるわけではないですけどね。ではもう少し海王星が持つ特徴について詳しく見ていきましょうか。海王星は太陽系の中で一番端っこにある惑星ですが、実は他の惑星に負けないくらい強烈な特徴を持っていたりします。強烈な特徴？それは太陽系の惑星の中で最も風が強い星ということです。なんか意外ですね。海王星という名前からはあんまりイメージ湧かないですよね。場所にもよりますが海王星に吹く風は1時間に 2000km 以上も進む速さになったりするんですよ。それってどれくらいすごいんですか？例えば新幹線が1時間に 300km くらい進む速さですから、新幹線の6倍から7倍くらいの速さになりますね。地球に吹く風で一番速いものでも1時間に 400km 進む程度ですから、海王星は規格外の風が吹くまさに暴風の星と言えるでしょう。名前に海が入っているから海王星ってもっと穏やかな星だと思ってたんだけどな。でもなんでそんなに風が強いんでしょうか？実は詳しい理由はよく分かっていないんですよ。謎なんだ。何せとんでもなく遠くにある星ですからね。これまでの歴史の中でも海王星にはたった1台の探査機しか行ったことがないため、なかなか詳しく調べることができていないんです。逆に行ったことがある探査機がいるんですね。この有名な海王星の写真はその探査機によって1989年に撮影されたものなんです。詳しくはまたの機会にご紹介しましょう。よろしくお願いします。では話を戻しますが、
海王星の風がめちゃくちゃ強い理由ははっきりとは分かっていないものの、いくつか考えられている理由はあるようです。一体何が強い風を作り出しているんでしょう。まず一つは星の回転が速いことです。ハウちゃん、地球が1回転するのは何時間でしょう？約24時間です。正解。おっしゃる通り、地球は約24時間に1回ぐるっと回っています。一方、海王星は約16時間という短い時間で1回回っているのですよ。海王星は地球よりも早く回っているんですね。ええ、そうなんです。地球より大きい星が地球より早く回っているわけですから、空気が振り回されて強い風が起きるというのはイメージしやすいかと思います。でも確か木星や土星の方が星は大きいし、もっと早く回っていた気がするのですが。これだけでは海王星でめちゃくちゃ強い風が吹く理由にはならないでしょう。海王星で強い風が起きるもう一つの理由として考えられているのは星の温度差なんです。星の温度差？先ほど海王星はマイナス200度くらいの極寒の世界だと言いましたが、実はこれは星の表面のお話なんです。どうやら海王星の内部はとても熱くなっているようなんですよ。それは意外ですね。海王星の内部の温度は太陽の表面温度に近い約5000度に達すると言われています。クソ暑いじゃないですか。マイナス200度の表面と5000度の内部、この極端な温度差が海王星の空気をかき乱すことによって、海王星を太陽系で最も風が強い星にしていると考えられているわけです。海王星って面白い星だな。海王星はクールで知的に見えるけど中にたっぷり情熱を秘めた、私みたいに素敵な星だったんですよ。とりあえず海王星に謝ってもらえますか？先ほどのお話と多少被る部分もありますが、次は海王星の大きな特徴の一つであるこれについてご紹介しましょう。この暗い部分のことですか？これって一体何だと思います？なんだろう、大きな穴とかですかね。また海王星に行って確かめてみますか？勘弁してください。冗談です。実はこれってめっちゃでっかい嵐なんですよ。そうだったんですか？この模様は大きくて暗い色をしていることから大暗斑または大黒斑と呼ばれています。あれ、そういえばこんなのどこかで見たような。よく覚えていますね。実は木星や土星の紹介をした時にも似たようなものが出てきました。木星にあるのはオレンジっぽい色をした大赤斑、土星に現れるのは白い色をした大白斑でしたね。そして海王星にあるのが暗い色をした大暗斑ということですね。その通りです。なんだか兄弟みたいですね。それぞれ遠く離れた星なのに似ている名前の特徴があるというのは面白いですよね。この3つって星によって色が違うだけで中身は同じなんですか？いずれも地球がすっぽり入るほどの超巨大な嵐というのは似ていますが、それぞれ現れるタイミングが違っていたりするのですよ。どういうことでしょう？例えば木星で見られる大赤斑は少なくとも300年以上消えずに残り続けていますが、土星で見られる大白斑は約30年ごとにほんの少しの間だけ現れるという特徴があります。なんとなく前にお話ししてもらったのを思い出してきたような気がします。一方海王星の大暗斑はというと、現れたり消えたり大きさが変わったりなどの変化が頻繁に起こっているようなんです。結構やんちゃしてますね。見るたびに大暗斑の様子が変わっていくわけですから、これだけでもいかに海王星の表面がダイナミックに動いているかがよくわかりますね。星の見た目からその星の性格がわかるというのは面白いですね。ちなみに先ほど海王星には1時間に 2000km 以上進む風が吹くというお話をしましたが、海王星で最も強い風が吹くのがこの大暗斑のエリアなんだそうです。なんかすごすぎて逆に興味湧いてきたぞ。言ってしまいましたか。スリルを味わいたいというのは人類皆同じなんでしょうかね。海王星には逆行する衛星があるという珍しい特徴もあるので、最後にお話ししておきましょう。逆行する衛星ですか？さっぱり意味がわかりません。ちゃんと説明しますからお任せください。まずは衛星という言葉についてです。ハウちゃん、衛星って何だったか覚えていますか？衛星というのは惑星の周りを回る星のことです。大正解です。よくできました。太陽の周りを回っている地球や木星、海王星などの星を惑星と言い、さらにその惑星の周りを回っている星を衛星と言うんでしたね。地球で言えば月が衛星に当たるんでしたよね。その通りです。では次に逆行するという言葉についてです。逆行するというのは逆に行くという漢字の通り、普通の向きとは逆方向に物が動いていることを意味します。そういうことですか。つまり最初に話した逆行する衛星があるというのは、海王星の周りを逆方向に回っている星があるんだよという意味になります。
ここまではよろしいですか？はい。元気なお返事をありがとうございます。では海王星の話に戻りますね。海王星には2025年現在16個の衛星が確認されているんですが、その中にトリトンという名前の大きな衛星があるんです。こいつが太陽系の中では珍しく海王星の周りを逆に回っているんですよ。普通はどういう向きで回るんですか？ほとんどの衛星は惑星がくるくると回る方向と同じ方向に回っているんです。でもトリトンだけはなぜか逆に回っているんですよね。それの何が不思議なんでしょう？例えるなら長距離走をするとき多くの人が同じ方向に走るのがルールなのに、一人だけなんか反対に走ってるやつがいるんですよ。それは不思議ですね。なんで逆に回っちゃっているんだろう。トリトンが逆に回る理由にはいろいろな説があるようですが、最も有力な説はどこか別の場所でできたトリトンが後になってから海王星に捕まってしまったというものだそうですよ。なんでそんなことがわかるんでしょう？惑星や衛星は同じ方向にぐるぐる回りながらだんだん出来上がっていくのですよ。だからもし海王星ができる時にトリトンが一緒にできていたならば、海王星と同じ方向に回っているはずですよね。なるほど、トリトンだけ逆方向に回っているということは、海王星とトリトンが一緒にできた星ではないということを示しているわけですね。ええ、おっしゃる通りです。ちなみにこのトリトンという衛星はいずれ崩壊すると予想されているんですよ。なんでですか？せっかく珍しいアイデンティティがあるのに。トリトンは無理して逆に回っているせいで動きにブレーキがかかり、だんだんと海王星に近づいています。そのうち海王星から受ける力によってバラバラに引き裂かれてしまうんだそうです。そんな。周りと違うことをすると悪目立ちしてしまうというのはよくある話ですよね。人生に似てますね。なんか悲しくなってくるのでそれ以上はやめておきましょう。海王星についてのお話は一旦これで一区切りとなりますが、海王星についてなんとなくは知っていただけたでしょうか？穏やかな星だと思ってた海王星が思いのほかやんちゃな星でびっくりしました。太陽から遠くにある星がダイナミックな特徴を持つというのは意外で面白いですよね。余談ですが、海王星って望遠鏡による観測で見つかったのではなく、数学的な計算によって見つかった星であるということはご存知ですか？そうだったんですか？で、そういった歴史からも海王星がいかに遠く謎に包まれた星であるかがわかりますね。じゃあ逆に海王星についてはまだまだ面白い謎やワクワクがあるかもしれないということですね。素敵な考え方ですね。その通りです。また機会があれば海王星についての面白いトピックをご紹介できればと思います。それにしても太陽系の惑星の紹介が今回で一通り終わっちゃったわけですね。今までありがとうございました。何を言ってるんですか？太陽系の中にはまだまだご紹介できる天体や現象がたくさんあります。それに太陽系の外にだってどんどん目を向けていきたいと考えていますので、これからもいろんな宇宙の不思議や魅力を一緒に見ていきましょうね。やったー！ありがとうございます。では今日はこの辺りで。また次の天体でお会いしましょう。さようなら。